こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、前回は忘れました。まあそんなところだけど。おかげで理解しました。人類は退化できるんですよ。高度な科学力を誇る古代文明が滅びゆくのも道理なんです。何言ってるの？まあ、今回のプレイ前にウィキで全レシピを復習したのでもう大丈夫です。さて、収集ブロックは91個になりました。間もなく3ページ目に突入します。ちなみに企画の終盤では4ページ目にちょろっと、という感じになる予定です。で、レシピ復習したら、黄緑の染料のブロックと本棚が手持ち材料で作れることに気づきました。いやー復習は大切ですね。この企画で忘れるとかいい度胸だったわ。さてガラス焼き上がるまでに本棚の実績解除してしまいます。新ブロック入手で一石二鳥です。ちなみにこのレシピ、頭の中では木材と本の配置が逆転してました。黄緑色3点セットを作って、ようやく残りの色付きブロックが茶色だけとなります。茶色といえばジャングルのカカオね。当分先になりそうね。そこは地図の埋め方次第なんです。というより何を優先して探すかですね。さて、地図の最後の拡張をしてしまいます。あ、いや、予備の地図を作るべきかと今後の展開を熟慮してただけです。そのためにレシピ並べる必要あったの？作成ポイントが地図の端ですね。座標で地図の範囲が定まるようになったのでしょうか。さりげなく今デバッグ画面出すの思い出したわね。さてでは、塔を伸ばしてしまいます。ておー、めちゃくちゃ抜けてる？あ、マイクラも復習が足りてなくて、今必死に思い出そうとしている最中なんですね。スペック不足のせいでしょ。塔では今まで同じ現象が起きたことないんですよ。まあでは塔をぐっと伸ばして給料を自在に歩き回れるようにしてしまいます。羊毛もこれ積んで茶色残すのみです。そういえば前回の色付きガラスはめ込む時の件ですが、あれたまたまアップ時期が一致しただけで偶然なんです。狙ってたら10分ほどアップ時間を遅らせてました。妙な偶然は招き寄せるのにね。さて、この2つでついには座標100となります。つまり3桁突入です。来たわね。だからどうということもないけれど。入れ替え方式で積むのも残り少しです。さて残り3つ。確保済み新ブロックは今回全部積み上げてしまいます。これで塔が賢くなりました。見た目だけはね。色付きガラスの方も、これ積んで茶色残すのみです。ガンガン塔を伸ばせるのもここまでよね。さて、コードネーム牛ブロック、マナシラカバの原木を最後に積んで、塔に積んでない新ブロックは残なしです。これで心置きなく冒険者になれます。さて作業用足場を撤去しました。Y 座標103の世界です。見た目でサバンナ大地の高さを超えてますね。これなら山岳など一部のバイオーム以外不自由しないでしょう。旅立てそうです。で、ここでスペースキーを入れたままにすると、問題なしです。今取り掛かれる実績も、豚ジャンプとオーバーキル、そしてネザーの3つです。どうやら本当にやり残したことはなさそうね。さて、本当に旅立ちます。旅立ちますよ。止めてほしいの？さて、バイオーム探しの旅ですが、前作の各種バイオームの広がり具合を熟慮した結果、1024メートル間隔で枝掘り式で行うことにしました。要するに、基本的には地図上を2回東西に進むだけです。東西方向に進むことにしたのは、インベントリが横に広がっているので地図を複数持った時管理しやすいからです。ただ、近くに何かありそうな時には周辺の地図を埋めます。例えば大河や砂漠なら丘陵を、
メサなら大地や大地森林を見つけなければなりません。そういえばまだ村すら見つけてないわよね。密かに経験値トラップ用のスポナーを見つけておきたいので、砂漠は歩き回ろうと思ってます。拠点周辺で、サバンナ大地の一番高そうな場所に来てみました。Y 座標95で、高さ制限まで8ブロックほど余裕があります。少し躊躇しましたが鶏は買ってしまいます。後々の実績を考えると矢が全然足りないんですよね。さらに少し進むと砂漠にトンネルらしきものを発見しました。かなりの大きさがあるわね。まあもしトンネルじゃなかったとしても、砂漠丘陵踏破できそうです。さて近づいてみたのですが、トンネル説は否定されました。が、なんでしょうかこの巨大空洞は。地下の巨大空洞と同じように生成されたのかしらね。手がかりとなるのは一匹のクモです。クモを捕食する巨大生物が住んでいたのでしょう。つまり巨大なテリーみたいな生物ね。いや私はクモは食べないですよ。さて、早速砂漠丘陵バイオーム踏破です。ガンガン行きます。ふと見ると、なんか見慣れない生物が群れをなしていました。もう羊毛は十分持っているし、企画開始から終了まで関わることのなさそうな生物です。メサ運を残したいので、この企画では幻の桃色羊を発見しない方針です。そんなこと言ってると見つけるわよ。さらに3分後、地上露出峡谷を見つけました。冒険者である私の最強の敵です。さてウサギは、やっぱり見つけたら狩ります。当面まだ見ぬレアドロップ狙いです。結構すばしっこいですね。エンチャント付きでないと一撃で倒せな。結果として一撃でした。見た目ほど賢くなさそうね。さてもう一匹いたのですが。なんか様子がおかしいわね。これは忍者ウサギですね。ドトンの術の使い手です。ほら、ドロップ品なしです。死んだと見せかけてドロンと逃げてしまいました。さてさらに進んだら陸地が尽きてしまいました。船出です。またラグさんとの戦いが始まるのね。いやまだわかりません。前作では終盤でラグさんがほぼいなくなってましたし、バージョンアップで何か変わったかも。島にライラックが生えていたので、企画と関係ないですが取っておきます。うおー、何そのナイスディフェンス。殺された仲間の恨みかしらね。今後イカを怒らせないよう気をつけます。さて、地図の仕様が少し変わっていたことに気づきました。どうも重たくなったようです。船に乗りつつインベントリ開いて閉じると両手が地図の上に出てきます。つまり、地図は両手で支えないと持てない重さになったわけです。まあ地図が見づらい時は、船から降りて一瞬インベントリを開けば、また地図の下に手が移動します。船に乗りながら日が海に沈むところを見るのは結構好きなんですよね。まあ綺麗だものね。でも、まさか海に沈んだ日を見続けるとは思いませんでした。ちょっとこういうのを見た記憶はないのですが、これもバージョンの差なのでしょうか。海に沈んでから、やっと日が沈んだようです。そういえば今は地図を埋めていますけど、キノコ島探しのためです。プレイ後に思ったのですが、広い海洋を見つけてから探した方がいいのかもしれません。それから1分経過したところです。どうも海底遺跡を見つけてしまったようです。これそうですよね。海から見つけやすいとどこかで見ましたがこんな感じだったんですね。いやーうわーって焦った。何今の初見殺し的演出。海底遺跡と教えてくれる親切な演出じゃないの。とりあえず怖いので急いで昼間にしようとベッドを使いに島に上陸したのですが、ベッド回収しようと素手で叩いてもほぼダメ。
で、島のサトウキビを回収してから斧で叩き始めたのですが、正直、採掘速度低下3を舐めてました。これ、素手より斧の方が早いの？わかりません。ともかく斧で2分弱かかりました。さて、それからほどなくして屋根状の森の島を見つけました。以前のバージョン同様に、島ごとにバイオームが違っている模様です。これで屋根状の森バイオームも踏破です。給料は突然変異なので屋根状の森はこれでおしまいです。まあ減ることには文句ないわ。で、ダークオーク3点セットも入手しておきます。葉っぱは1個でいいですね。何かいらないものは、まあ2個でもいいです。インベントリがきつくなってきたわね。エンダーチェスト欲しいんですけど、あいにく村がまだ未発見ですし、シルクタッチ作るにはスポナーがないときついです。それから10分ほどの航海で、タイガを見つけました。どこまで順調に行けるか未知数ですがひとまずタイガバイオーム踏破です。あとタイガ給料さえ見つかれば、寒い気候と見つけづらいバイオームだけになるわね。これで松の木の3点セットも入手して木は5種類目です。未発見の木がジャングルだけとなりました。というかもう、インベントリーいっぱいすぎです。卵を捨てて無理やり開けましたけど、木材にばらすのは拠点に戻ってからにします。少し奥に進んでタイガ給料も無事に見つけました。給料は見つからないときはまるのでよかったです。残ったバイオームは寒い気候とジャングル、メガタイガ、メサ、キノコ。ここからが本番という感じですね。さて今回はここまでです。実は少し前から急にゲームが重くなって、やむを得ずのゲーム中断なんです。ウサギに全然攻撃が当たってないわね。どうするの？こういう時は船を突きつけるといいんです。やっと自白しました。ネタバレですが、ウサギはタヌキ泥船事件の犯人なので船を突きつけると聞くんです。さて、塔に積んだ収集炭ブロックは98個になりました。では中途半端ですが続きは次回です。わけわからないけどそれではまたね。バイバイ。